品質管理業務で不良分析のツールで散布図というのがあるらしいがよくわからない。具体的にどうまとめていけばいいのかわからない。教科書的な意味だけじゃ腹落ちしないといったことはないでしょうか。この動画では散布図って何、具体的な作成方法は、実務でどう使えばいいのといったことを解説していきます。早速ですが具体例として、ある工場でバルブの組み立て作業を行っているとします。社内調査により仕事が溜まってくると作業のスピードが上がり、溜まっていた仕事が減ってくると作業のスピードが落ちる傾向が確認されました。しかし、いくら作業が速くなるといっても、急ぎすぎて不良を作ってしまうといけません。作業スピードの上昇による収益アップと質の低下による損失との兼ね合いで、ちょうどいいバランスの作業スピードがありそうです。そこで、作業スピードと不良率の間にどのような関係があるのかを調べてみました。その結果を表に示します。先ほどの結果を分かりやすく表すために、縦軸を不良率、横軸を1時間あたりに組み立てられる個数として、グラフに1点ずつプロットしていきます。すると、このようなグラフとなりますが、これを散布図と言います。この散布図から横軸が20から50の間は不良率はほぼ横ばいであり、横軸が50から90の間は右肩上がりの直線上となる傾向があることが読み取れます。このように数字の羅列だけでは分かりにくい点を視覚的に教えてくれるのが散布図の特徴です。ここで相関について説明します。相関とは2つの物事の関係性を表す言葉ですが、散布図においては先ほどの横軸と縦軸の関係、つまり作業スピードと不良率の関係を指します。X が大きくなると Y も大きくなるといったように、両者の動きに連動性がある場合、X と Y は相関があると言います。逆に X と Y の動きに連動性がないとき、X と Y は相関がないと言います。相関にも強い弱いがありますが、一般的にどのような場合が相関が強い、弱いというのか、また X が大きくなるにつれて Y も大きくなるという正の相関、X が大きくなるにつれて Y は小さくなるという負の相関、さらに相関がない場合の散布図をここでは示しています。散布図の相関の強さは相関係数というもので数値化することができ、大文字の R で示されることが多いです。一般的に相関係数はマイナス1から1までの間の数値を取ります。マイナス1に近いほど負の相関が強い、1に近いほど正の相関が強いと言います。相関係数の大きさとその解釈の例を参考程度に画面右下に示しています。また、散布図における横軸の数値 x と縦軸の数値 y の関係性を y イコール ax たす b という直線の式で表せられると便利です。今回の例にて x が50以下の時と51以上の時に分けて計算すると、このようになります。なお、よく使用される計算方法として最小事情法が知られており、今回もその方法によって計算しています。先ほどの相関係数や最小事情報それぞれの詳細についてはここでは割愛しますが、気になる方は市販の書籍等でお調べください。先ほどの結果を大まかに捉えると、生産スピード x と不良率 y には0小なり x 小なりイコール50の時 y イコール8、51小なりイコール x の時 y イコール 0.7x-28 となります。今、組み立てを1個成功すると利益がプラス100円。1個失敗すると損失が200円。つまり利益がマイナス200円になるとします。0小なり x 小なりイコール50の時、不良率は 8% なので、期待される利益 G1 は G1 イコール 100×0.92x-200×0.08x イコール 76x となります。よって、この時は作業スピードが上がれば上がるほど利益が増加します。
一方、51小なりイコール x の時、期待される利益 g2 は g2 イコール 100× カッコ1-100分の y(x) 引く 200× 分の y(x) イコール 100x 引く 3yx となります。ここではもともと y はパーセント表示だったので100で割ることに注意します。ここで y イコール 0.7x-28 を代入すると g2 イコール 100x-3 カッコ 0.7x-28 カッコ閉じる x イコール 184x-2.1x 次乗となります。先ほどの計算結果から0小なり x 小なりイコール50の時に期待される利益 g1 イコール 76x 51小なりイコール x の時に期待される利益 g2 イコール 184x-2.1x 次乗となることが分かりました。この2式を連立して解くと x イコール 51.4、y イコール 3906.4 が得られます。ここではこれらをグラフで示しています。利益が最大となるための作業スピードは1時間に約50個組み立てられるスピードであることが示されました。このようにデータを集計して散布図を作成し、最小時情報によって現地直線の式を求めることによって利益についての分析が可能となりました。他にも様々な場面に活用できる考え方なので、皆さんの職場でもぜひ活用してみてください。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先も貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。